皆さんこんにちは。今回私は群馬県の渋川市にある滝に行ってきました。裏側から滝を見られる珍しい場所、そして近くには吊り橋もあってとても面白い場所だったので紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回行ってきたのは日本の滝100選に選ばれている滝です。駐車場に着いたら5分10分ぐらい坂を上がった先にお堂があります。そのお堂の裏側をさらに登っていくと滝があります。かなり暑い日にこの坂を登るのはなかなか大変です。歩いてるだけで汗びっしょりになりました。坂の途中には JR 上越線の架橋が利根川にかかる場所を見ることができます。とても素敵な景観で SL も通るらしいです。この坂を歩いていると聞こえてくるのが川のせせらぎ、そして風の音。歩いてるだけできっといい滝を見ることができるんだろうなって期待させてくれます。ただし結構大変な坂、そして暑いです。あとこういった綺麗な水が流れてるところ、そしてこの竹やぶとか木とかたくさんあるところにはヘビがいるかもしれません。ちょっと私ヘビ苦手なので出てくると嫌だなと思いながらここを歩きました。そして私は熊鈴をつけてここ登ったんですけど、渋川の山の中なので熊が出てもおかしくないような場所です。群馬県のホームページのリンクから飛ぶことができるんですけど、群馬県熊出没マップというのがあります。このマップによるとやっぱりこの辺りでは熊出没してるようです。特に川の音がある時って熊にとって人が歩いたりとか熊鈴の音が聞こえづらくなっているので熊遭遇率が高くなるとも言われています。そんな中を歩くので私は熊鈴をチャリンチャリンもう手で揺らしながら歩いていきました。こういうヘビイチゴある石垣とか絶対いるでしょう、ヘビって思いながら歩いていきます。とても怖いです。あとね、ああいう石垣だけじゃなくてこの辺の地べたにもヘビイチゴいくつかありました。途中まではこういった階段で登っていけるのですが、そこから先は階段とかはなくて人が歩けるぐらいのところなのかなっていったところで滝の音が大きくなってきました。すごい見事な滝です。そして裏側からも見られるし表側からも見ることができます。あとここがくるまれてる包まれてるような石の形状なので音が反響しています。滝壺の水もとてもきれい、そして滝行体験ができるようです。すごい驚きました。私はちょっと滝行はやらないです。全体的にデジカメで撮影しているのですが、ここだけは iPhone です。広角のレンズ欲しいなってとても思いました。何でもかんでも物を欲しがる煩悩がすごいからやっぱ滝行していこうかな。とてもすごい圧巻の滝でした。帰りも熊、ヘビ会いたくないので猛ダッシュで坂を降りていきます。行き帰りで熊にもヘビにも会うことはありませんでした。良かったです。あと通路沿いなんですけど
雲の巣が全然なかったです。人通りが多いのか、管理の方が毎日のようにここに来ているのか、それは分かりませんでしたが、蜘蛛の巣トラップにかからなくてよかったです。私が見てきた滝は棚下不動の滝、オス滝です。崖にもう一つそのメス滝があります。今はこちらに行くのは、近づくのはなかなか困難なようです。この利根川越しに見える景色、とても綺麗です。 SL も見たいです。なのでもう一度ここは来たいと思いました。棚下不動の滝、とても綺麗な滝を見ることができました。車のナビで来た時に目印となるのはこの不動明王様。この岩は東北大震災の時に山頂から落ちてきた岩だそうです。棚下不動の滝は以上です。群馬県を散策していても目新しいものってなかなかないなと思ってたんですけど、今回この吊り橋を見て驚きました。なんと片側しか釣ってないんですね。沼尾親水公園の近くにある沼尾川にかかるこの吊り橋、見た目も鮮やか、そして人が少ないっていうのがものすごくいい。だってこれすんごい揺れるんです。なんでたくさんの人が通ってたら多分私は酔うと思います。自分でちょっと揺らしてもだいぶこれすごい揺れますからね。走って1回渡ると大体飽きてしまうんですけど、ここは結構楽しかったです。そしてこの吊り橋からも上越線見ることができるんだな。結構てっちゃんにはおすすめの綺麗な橋かもしれません。上越線は群馬県高崎駅から新潟県の宮内駅長岡市ですね、そこの間を現在運行しています。私この電車の車窓結構好きで、高崎から沼田だったり、あと六日町っていうところまで行ったことがあるんですけど、車窓からの眺めって海が一番だと思ってたんですけど、上越線に乗ると今までのイメージ変わります。本当に車窓からの景色綺麗なので、もし機会があれば上越線乗ってみてください。あと日本一もぐら駅って言われる土合駅もあります。今回私が行ってきたのは渋川市。群馬県のほぼ中央とも言われると同時に、日本の本州のほぼ中央とも言われています。日本のへそ、いろんなところで言われているので、言ったもの勝ちなんでしょうかね、ここはね。そして日本の滝100選に選ばれている群馬県の棚下不動の滝、そこには高速道路で赤城インターチェンジを降りて下道を使って行きます。高崎から行くと3、40分50分かからないぐらいだったかな。すいません、時計を全然見てませんでした。今回は17号を使わずに高速道路を使いました。とても楽でした。あと高速道路を走ってる時に目の前に見える山々がとても綺麗でした。高速道路を降りてからもこの山の景色とても綺麗でした。高速道路を降りた後の山道を走っていきます。ここなんかは片側1車線の2車線で走っていけるのですが、途中にはすれ違いもできないようなすれ違いエリアがあるような場所もあります。この辺りの景色を見ていると都会とは全然違います。最近群馬移住者が増えていて、移住の人気も高いようです。都会の喧騒に疲れた方はこういった場所でゆっくりした時間を過ごすというのもありなのではないでしょうか。
今回日本の滝100選に選ばれている群馬県渋川市にある棚下不動の滝御巣滝に行ってきました。まずはこのエリアの景色がとても綺麗、そして滝を裏側から見ることができて、とても壮大な景色を見ることができました。吊り橋もとても面白かったです。今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。渋川が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。